グリフォンさん超強い。ボンケグラブルを始めたばかりの貴空士が最初にマルチに流すモンスターの代名詞グリフォン。グラブルリリンクでめちゃくちゃ強くてびっくりした今日この頃、そんなグリフォンの強さを再認識できるグランブルーファンタジーグジェンク2024年2月1日発売ですが、プレイステーションのダウンロード版でのアーリーアクセスですでにプレイ可能になっています。2016年に格闘ゲームであるグラブル VS と同時期の発表にもかかわらず、発売が2024年までのアクション RPG、開発のプラチナゲームスに見切りをつけられたとの情報も流れた本作、10点集の限界超越の道のり以上に長い延期のため正直期待してなかったのですが、めちゃくちゃ面白いです。あまりにも延期期間が長かったので、私のように意識の外になってしまった空士も多いと思いますが、グラブル勢に似せたグラブルのアクションゲームとして素晴らしい完成度だと思います。期待してなかった分面白かったというギャップもあるのですが、グラブルの世界をうまくアクションゲームに仕上げた本作にかなり驚きました。リリンクは4人パーティーということもあり、戦闘システムはモンハンを意識しているとは思いますが、モンハンではなくきちんとグラブルとして仕上げている感触を受けます。本家グラブルで親の顔より見たスキルの数々をアクションゲームの中で使えるのはなかなかの感動があります。正直格闘ゲームのグラブル VS よりマルチができるリンクを待っていた低士の方が多かったと思います。スマホゲーをやりたいのであってアクションゲームをやりたいわけではないという考えの低士も多いと思いますが、そんな方へ断言します。リリンクはプレイした方がいい。私の空の旅は2年前に終えていますが、リリンクをプレイした時、本家グラブルをプレイしておいてよかったと思いました。リリンクの演出が何より素晴らしく、本家グラブルをやっていた時のあの技はこういう感じだったのかと本当に感動しました。何よりクソだとモンスターをと思っていたモンスターに今こうして苦しめられていることに何より感動しています。リリンクの登場によりグリフォンさんをバカにする貴空士はリリンクを見プレイだというのも分かるようになりました。3をつけましょう。グリフォンさんが一応発売前ということもありネタバレは控えていきたいのですが、ストーリーはこれこれがファンタジーだよという感じです。本家グラブルのシナリオを見ている貴空士はご存知だと思いますが、グラブルのシナリオ関連、特に月1のストーリーイベントなどは少々気をてらいすぎて何を言ってるのかわからないものも多い印象でした。リリンクのストーリーはこれでもかというぐらいに王道をしてくれています。王道のストーリーでグラブルが素直な王道をやってくれたということに本当に感動を覚えています。これで良いんだよこれ。ファンタジーのタイトルにふさわしい王道をグラブルのキャラで見れる、これだけでもかなり感動があると思います。やるじゃねえかガキンチョ。任せろ。派手にぶちかますぜバニッシュピアス。語りな。分かっているさ。せめて安らかにして。団長任せてください。テンペストブレード。決めるぜ。こいつのしまいだ。決める。プロミネンスフレア。まだまだいける。親の声より聞いた宝箱の音。うまくいったみてえだな。次もこの調子で行こうぜ。どら。ちなみに原作のリミテッド武器も作れます。現在ラカムに持たせているのはみんな大好きレネディアです。カタリナはシュバリエソードマグナ、グランはオメガ剣、イオは岩盤テインです。原作勢ならにやりとしてしまう武器も多くあります。ゴブリンウォーリアーさんです。本家グラブルでは連続の戦闘の合間にたまに見かけてる程度だと思いますが、リリンクはしっかり存在感を出しています。獣人、モンスターなどの討伐以外に貴空士が駆り出される理由を肌で感じることができます。女のパンティーでは対処できません。貴空士イコールハンター、本家グラブルからそんな感じはしてましたが、アクションゲームの形にしてくれるとよりよく実感できます。クエストの受注などもモンハンの集会所のまんまですので、マルチクエストはモンハンと同様の感じでプレイできます。適正クエストかどうか判断できる推奨戦力値などもあるため、今の適正に合わせたクエスト選びもしやすいです。パワーレベリングも可能なので、
先にプレイした貴風士にひっついていけば養殖してもらうことも可能です。養殖については賛否あるでしょうが、貴風士は古戦場のために1ポイントでも多くの貢献度が稼げる貴風士が欲しい、そういう共通の願いがあるため気にならないでしょう。正直マルチの活性化を含めて本当に流行ってほしいと願うゲームなので、迷っている方は迷わずにプレイしてほしいです。グラブルユーザー向けであるのは間違いないゲームだと思いますが、グラブル未プレイの方にも非常におすすめしやすいです。例に挙げているモンハンの他にゴッドイーターや無双系などのアクションゲームが好きなゲーマーにもおすすめです。移動などの操作的にはモンハンとゴッドイーターを足して割ってちょっとモンハン寄りにしたイメージです。攻撃方法は無双系に近いです。基本攻撃の四角ボタンとキャラ固有の三角ボタンの攻撃で構成されており、そこにさらにキャラ固有のアビリティが使えます。そしてゲージを貯めることによって放つ大技である奥義があり、原作同様で奥義をつなげていくことによるチェーンバーストも存在します。チェーンバーストもそうですが、リンク攻撃という独自の連携攻撃もあるためマルチでプレイしている感がすごいです。攻撃することによる確かな気持ちよさがあるため積極的に殴りに行くことを楽しいと感じられます。僕に任せてターッテンペストブレード語りなさい。君に続こう。あとは任せて。逃がさないとこのまま。誇張時雪月花ひらめけアセンション。モンハンやゴッドイーターをプレイ済みのゲーマーからすると原作スマホゲーでしょうか。アクションは古いキャラゲーではないかと思われるかもしれませんが、リリンクはなかなか歯応えのあるゲーム性になっています。この手のアクションゲームの肝になるステップですが、リリンクのステップはほとんどの攻撃モーションをキャンセルして出せるため自由度が高いです。また無敵時間も非常に長く、モンハンサンブレイクでいうところの回避性能を足す5ぐらいの性能をデフォルトで持っています。これだけ聞くと敵の攻撃を避けるのが容易なヌルゲーに感じられるかもしれませんが、リリンクはステップにクールタイムが存在します。ステップの連続入力は3回までとなっており、3回出し切ってしまうとかなりの硬直を晒すことになります。連続で出さなければいいわけではなく、例えば攻撃1回ステップ攻撃1回ステップと入力した場合、ステップのクールタイムは終わっていません。つまり短い間隔でステップを出してしまうと3回目のステップとなり硬直を晒すことになります。ステップだけで良いわけではないゲーム性になっています。敵の範囲攻撃は事前に察知することができますが、ステップだけで避け続けられるわけではないため要所で適切な回避が求められます。また原作同様で回復アイテムが持ち込めますが、モンハン同様に持ち込める数が決まっているのでゾンビアタックはできないようになっています。戦っていて楽な要素もあれば意外なところでシビアになっているところがあるので、ただのキャラゲーではなくアクションゲームとして非常によく練られていると思います。意外にシビアな戦闘面の要素があることからマルチのアクションゲームを求めているゲーマーにもおすすめしたいゲームです。モンハンやゴッドイーターとはまた違ったゲーム体験ができると思います。僕に続いて。なんとか原作のキャラ設定については各キャラのフェイトエピソードで保管しています。よくまとまった文章の新規ボイスですので原作勢の方も必見です。リリンク本当におすすめしたいゲームです。ぜひプレイしてみてください。